皆さんは太陽系で最も巨大な惑星が一体どれくらいの大きさなのかをご存知でしょうか？木星、直径は地球の約11倍、体積は約1300倍、質量に至っては太陽系の惑星を全て合わせた質量の7割以上を木星が一つで占めています。本日はこの化け物のような惑星に地球を衝突させます。距離を縮めていくごとにとんでもないことが起こるので覚悟してください。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。この動画を見終える頃には皆さんの木星に対するイメージが少しだけ変わっているのかもしれません。それでは行きましょうか。まず木星がどれくらいの天体なのかを確認しておきましょう。木星の直径は約14万 3000km、地球の約11倍です。新幹線で休みなく走り続けても端から端まで約20日間かかる距離です。そんな木星の表面には大赤斑と呼ばれる巨大な嵐があります。この嵐、かつては地球を3個並べてもまだ余るサイズでした。その後縮小し続けましたが、それでも今なお直径約 16,000km、地球の直径とほぼ同じサイズの嵐が少なくとも190年以上止まらずに回り続けているんです。ただ、木星の本当の恐ろしさは大きさではないんです。木星の質量は地球の約318倍。しかも木星には硬い地面がありません。木星はガスの惑星です。表面に見えている縞模様はすべて雲です。その雲の下にあるのは果てしなく続く水素とヘリウムのガス。深く潜るほど圧力が上がり、ガスは液体に変わっていく。さらに深くでは水素は金属のように振る舞い始めます。つまりどこまで落ちても着地する地面がないんです。ちなみに地面がないのにどうやって木星は球体を保っているのかと思った方もいるかもしれません。実は木星の奥深くには重い元素が集まったコアのような領域があると考えられています。ただ、岩石の塊がドーンとあるわけではなく、周囲のガスと混ざり合った曖昧な境界のコアです。最近の探査機ジュノーのデータからこのぼやけたコアの存在が明らかになってきました。ではいよいよこの天体に地球を近づけていきます。木星に近づいていくと、まだ数百万km離れた段階で最初の異変が起こります。木星の磁場は地球の約2万倍もあるからです。そんなとんでもない磁場のため、磁気圏は太陽方向に最大で約700万kmも広がっています。700万kmというのは地球から月までの距離の約18倍です。これは反対側はなんと土星の軌道まで届くほどです。つまり木星は自分自身よりもはるかに巨大な空間に目に見えない力を張り巡らせているんです。なので、もし地球がこの磁気圏に突入したら、猛烈な放射線を浴びることになります。1973年に木星に最接近したパイオニア10号という探査機は、木星の放射線帯を通過した際、なんと20万ラドの放射線を受けました。20万ラドがどれくらいかというと、人間の致死量が500ラドですから、木星はその400倍です。パイオニア10号は機械だから耐えられましたが、もし人間が同じ場所にいたら一瞬で致死量を超えます。やばすぎです。つまり木星の近くに行くだけで地球上の生命体はほとんどが全滅してしまうんです。ただ放射線はまだまだ序章です。もう少し近づくともっと根本的な問題が起きます。木星の中心から約10万 8000km、木星の雲の上端から約3万 7000km、ここにロッシュ限界と呼ばれるラインがあります。皆さんは地球が砕けると聞いてどういう状況を想像しますでしょうか？ロッシュ限界というのは天体が自分の重力で形を保てなくなる境界線のことです。そもそも天体には自分自身を丸くまとめている重力があります。だから地球は球体でいられるわけです。一方で木星も地球を引っ張っています。木星に近い側の側面と木星から遠い側の地面では引っ張られる力に差が生まれます。近い側はより強く引っ張られ、遠い側はあまり引っ張られない。この近い側と遠い側で力が違うという差こそが潮汐力の正体なんです。そんなロッシュ限界を超えると、この潮汐力が地球自身の重力を上回るんです。つまり地球が自分自身の形を保とうとする力よりも引き裂かれる力の方が強くなるんです。ただ恐ろしいのは、実はこのラインに近づく前から地球ではある異変が起きていることです。
数十万キロメートルの距離で、すでに潮汐力は凄まじいレベルに達しています。海面は10メートル規模で上下し、地殻は至るところで裂け、世界中で地震と火山噴火が連鎖します。皆さんも海で潮の満ち引きを見たことがあると思います。あの現象を引き起こしているのは月の潮汐力ですが、木星の潮汐力はそんな生優しいレベルではありません。海が暴れるどころの話ではなく、地面そのものが木星に向かって盛り上がり始めるんです。地球が引き伸ばされ始めたかと思いきや、大気が引きちぎられ、海水が宇宙空間に吹き出し、マントルと核が剥き出しになっていく。そして10万 8000km、地球は砕けます。直径1万 2800km、円周4万 km もある天体がバラバラに崩壊するんです。砕けた破片は木星の周りに輪状に広がっていきます。つまり木星に地球のリングができるんです。ここまでの話はシミュレーションですが、話はここでは終わりません。実はこれと近いことが1994年に実際に起きているんです。シューメーカー・レビー第9彗星。この彗星は1992年に木星に接近しすぎてロッシュ限界の内側に入り、潮汐力で21個以上の破片に砕けました。まさに先ほど説明したロッシュ限界の崩壊が実際に観測された例です。そして2年後、1994年7月、砕けた破片が6日間にわたって次々と木星に衝突しました。この衝突自体は世界中の天文台で観測されていました。人類が初めてリアルタイムで目撃した天体同士の衝突です。最大の破片は直径わずか数百メートル、衝突速度は秒速約 60km。衝突の瞬間、木星の大気に高さなんと 3000km の噴出柱が立ち上がりました。そして衝突痕、その直径は約1万 2000km。これは地球の直径とほぼ同じです。たった数百メートルの破片が地球サイズの傷を木星に残したんです。その痕跡は約5ヶ月間望遠鏡で観測できました。直径数百メートルの破片で 3000km の噴出柱では、直径1万 2800km の地球そのものが突っ込んだら一体どうなってしまうのでしょうか。衝突エネルギーは先の彗星のなんと数千億倍です。噴出柱は木星の大気を突き破り、木星の直径の100倍以上、数千万 km の高さにまで吹き上がる計算になります。やばすぎですね。では、いよいよ地球を木星に衝突させてみましょうか。この場合、地球はなんと秒速約 60km で木星に突入します。この速度は遠く離れた場所から木星と地球が互いの重力だけで引き合った場合に到達する速度です。秒速 60km というのは東京から大阪まで約8秒で届く速さです。衝突のエネルギーは恐竜を絶滅させた小惑星のなんと約250億倍です。6600万年前に恐竜を絶滅させた隕石は直径約 10km。地球はその約1300倍の直径があるわけですから、桁が違うのは当然です。ただ、普通の惑星とは根本的に違うことがあります。岩石の惑星に何かがぶつかれば地表に衝突するためクレーターができます。でも木星にはぶつかる地面がないんです。地球は木星の雲の層を突き破り、どこまでも沈んでいきます。秒速 60km で大気に突入した瞬間、超高温のプラズマが発生し、巨大な衝撃波が木星の大気を駆け抜ける。地球の岩石は摩擦と圧力で蒸発し、木星の大気に溶けていく。さらに深く沈むと、水素ガスの圧力は想像を絶するレベルに達します。ある深さを超えると、水素は気体でも液体でもなく、金属のように振る舞い始める金属水素の層です。電気を通し、液体のように流れる水素。この異様な環境の中を地球の残骸が沈んでいきます。地球の地殻とマントルはすでに溶けて木星の大気に散っているため、残っているのは鉄とニッケルのコアだけです。そして最終的に地球のコアは木星の中心部にあるぼやけたコアに到達し融合します。地球の海も大気も大陸もすべて木星の各層に溶けて消えます。鉄のコアだけが金属水素の海の奥で木星の心臓部として永遠に
残り続けるんです。では木星はどうなってしまうのでしょうか。ただ悲しいことに木星の質量は地球の約318倍です。そのため地球は木星のわずか 0.3% に過ぎません。木星の大気には巨大な嵐の痕跡が残りますが、木星そのものはほぼ無傷です。地球が丸ごと飲み込まれても木星にとっては小さな出来事でしかないんです。46億年かけて積み上げてきた海も大気も大陸も生命の痕跡すらも全て木星の大気に溶けて消える。それが地球を木星にぶつけた結果です。ということでいかがでしたでしょうか。本日は地球を木星にぶつけてみたら一体何が起こるのかを段階的に検証してみました。地球は太陽系で5番目に大きい惑星ですが、木星の前では嵐一つ分のスケールでしかありません。太陽系の中での地球の立場というのは相手によってここまで変わるんです。ちなみに木星が太陽系の盾と呼ばれているのはご存知でしょうか。巨大な重力で水星や小惑星の軌道を曲げて地球への衝突を減らしてくれているという説です。ただ最近の研究では逆に小惑星の軌道を乱して地球方向に送り込んでいる可能性もあると分かってきました。盾でもあり銃でもある。それが木星という天体です。次回は火星を地球にぶつけてみます。地球とほぼ同じ岩石惑星同士がぶつかると一体何が起こるのでしょうか。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。